YouTube がきっかけで誕生した万能調味料、俺の塩しまた。ただいま、クラウドファンディングにてプロジェクト実施中。詳しくは概要欄にある幕開けページをご覧ください。はいどうも、ホルモンしまたチャンネルのぶっちゃしまたです。今日は家で簡単にできる皮付き豚バラを使ったカリカリクリスピーポークを作ります。おかずやおつまみにぴったりの絶品料理です。それでは早速やっていきましょう。今回使うのはこちらの皮付きの豚バラです。今まで何度も登場しているので、しまたチャンネルの準レギュラーと言ってもいいかもしれません。皮なしの豚バラもいいですが、やっぱり皮付きの豚バラが好きなんですよね。日本だと沖縄や鹿児島などの一部の地域を除くと、皮付きの豚バラってあまりないみたいです。通常の豚バラで作る角煮もいいですが、皮付き豚バラで作る中国のトンポーローとかお酒のおつまみにもおかずにもぴったりです。皮なしの豚バラで作るサムギョプサルもいいですが、皮ありの豚バラで作るオギョプサルもまた格別です。豚肉はイスラム教やユダヤ教などの宗教的な禁止を除いて世界中で食されています。もともと豚は家畜化されたイノシシの子孫です。何千年も前から豚は家畜として人間と共に生活していたそうです。今日はこの皮付きの豚バラ肉を使ってカリカリのクリスピーポークを作ります。以前バーベキュー企画で外で作りましたが、今日は家で作る簡単バージョンです。まずは一度香辛料などと煮込んで下味をつけます。沸騰したお湯に豚バラを入れます。唐辛子、ブラックペッパー、ネギ、ニンニク、八角、塩を加えて1時間半くらい煮込みます。煮込み終わったら取り出して表面の皮にフォークで穴を開けます。この作業をしっかりとしておくのがカリカリになるポイントです。次に包丁で皮の表面に1センチ角くらいの切り込みを入れます。表面に酢を塗り込んで塩を振ります。今の時期であれば風通しのいい場所で3時間くらい乾燥させます。しっかりと表面の水分が飛んだら、次は油で肉を揚げていきます。肉が浸るくらいの油を入れた鍋に肉を入れます。この時油が跳ねやすいので注意してください。皮の面がパリッとするまでしっかりと揚げていきます。揚げすぎると焦げたり硬くなりすぎるので注意します。均等に上がったので鍋から肉を取り出します。いい感じの上がり具合です。見てください。この綺麗な皮の色、そして聞いてください。この皮の音、これだけで美味しいのは十分想像できますね。それではカットしてみましょう。皮パリパリカリカリ、中ジューシー、サク、肉汁ジュワーの油プルンプルンのトロトロです。それでは豚の味付けに合わせてアジアンな感じでさっぱりピリ辛なタレを作ります。まずは唐辛子を細かく輪切りにします。赤玉ねぎをみじん切りにします。すり鉢に入れてブラウンシュガー、醤油、ブラックペッパー、ホワイトペッパーを加えてよく潰します。そこに酢と少々の塩を加えて混ぜ合わせればタレの完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は豚に合わせて琉球レモンサワーを飲んでみます。プレミアムシークワーサーサワーと書いてあったので、レモンサワーにシークワーサーが絞ってあるのだと思いましたが、完全なシークワーサーサワーでした。泡盛をベースに沖縄県産のシークワーサーを使用した沖縄素材 100% の贅沢サワーです。ちなみにシークワーサーは和名を平見レモンと呼びます。沖縄の方言でシーは酢、クワスンは食わせるという意味だそうです。シークワーサーの酸味ときび糖の甘みが泡盛とよく合います。これは揚げ物などと相性が良さそうです。それではクリスピーポーク食べてみましょう。まずはタレをつけずにそのまま食べてみます。この皮のパリッと感がいいですね。下茹でしたことで八角のスパイシーな香りが豚肉にしっかりとついています。次はタレをつけて食べてみます。辛いの好きなので唐辛子を多く入れましたが、これくらい入れても意外と平気です。酢の酸味と唐辛子の辛み、ブラックペッパーの香りが豚肉の脂の甘みとよく合います。このお肉を薄切りにしてご飯の上に並べてこのタレをかけて食べたいくらいです。酢の代わりにレモンにしたりパクチーなどを足しても美味しいかもしれません。つまみにもおかずにもぴったりな一品でした。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。クリスピーポークいかがでしたか？一度食べたらこのカリカリ食感はハマります。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモンしまたというホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。